いやいいっすね。ほう。いやいい。とっくんこれいいよ。あ、皆さんこんにちは。地球の音源ラジオです。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いしお願いします。ます。今回ですね、ファンテックさんが出しておられる切れ技シリーズの、これホルダーなんですけども、切れ技スリムホルダーっていうんですけども、とっくんがデザインしてくれた地球道チャンネルのロゴがね、刻印されてるバージョンをファンテックさん作ってくれたんですよ。おー。いやもうね、マジでかっこいい。これすごいです。この商品ですね、販売も決定しております。こちらがですね、模型天国さんの EC サイトで購入できるんですけども、今回これを記念してですね、以前にも同じようなその筋彫りのセットの紹介をさせてもらったんですけども、あの時の動画では、主にその筋彫りのカーバイトの使い方を説明させてもらったんですけど、今回はもう自分で一つしっかりとね、筋彫りをこう彫って作品1個作ってしまおうかなと。もう模型ね、あらかた作っております。寿屋さんののせるっていう、のせるなのかな、のせるなのかななんですかね。わかんないですけども、こちらがですね、すごい出来が良くて、可愛いフォルムしてるじゃないですか。ガバッとこう開くんですよ。ほアームが出てきて、ほら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 、ガチャーンって。う。へえ。面白いでしょこれ。ガチャーンって出て、さらにね、こいつね、なんかもっとこうぐわっと上がってですね、あ、本当だ。本当になんか近未来のなんか SF に出てきそうなロボット。ほう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 。もうその筋彫りをね、書きに書いてね、してみたいと思います。それではですね、僕が普段やっている筋彫りの仕方を、ご紹介できたらと思うんですけども、まずプラスチックなので、鉛筆でね、こう書けるんですよ。こうやって吸ってね。こんな感じで、そのラフに書いていくと。でね、鉛筆で書いてるのいいところはこう指でこう消せるんでね。裏を返せばこうね、こうずっと握り込んでると反対が消えちゃうってこともあるんですけど、そこだけ注意してもらったらやり直し何回も効くんで、書いては消してを繰り返してその場でなんとなくでやってます。はい、じゃあね、ちょっとやっていきたいと思います。こちら内部フレームがすごい作り込まれてるんですよ。こうやってね、ほら。そうですね。すげえかっこいいっていうね。見えないところまでしっかりやってるっていうのは、高ポイントですよね。すごいよね。これデザインした人天才なんじゃないかなっていう。でこれぜひ作ってもらいたいんですけども、触った人にしかわからないこのタイヤの周りのスムーズさね、すごいんですよ。この回転した時もちゃんとこの二輪が動いて、すごく全てにおいてスムーズに動くんですよ。遊んでて楽しいです。筋彫りしますか。それでですね、今回、ご紹介するのは改めましてファンテックさんの切れ技ホルダースリムと、あとは筋彫りカーバイトの 0.15 と 0.25 と、やや細めのものと、あとデザインを一旦書き込むのにこの手書きニードル10度っていうのがすごく便利でして、一旦このニードルで簡単に線を引いておけばですね、その後のこの筋彫り作業がスムーズになりますので、この10度のニードルもつけております。そして、地球道チャンネルでおなじみのハイキューパーツさんのマス目ツールですね、はい、こちらを使っていきたいと思います。それではですね、早速やっていきます。よいしょ。まずこうやって当ててですね、下にうっすらと書いてある線を参考に、もうこうマス目になってるので2センチぐらいよねっていう感じで、またもう一回線を引き直す感じですね。元の紙に貼って、よいしょ。で、
でこのマス目ツールのいいところなんですけども、これが左右あるじゃないですかね、反対側にも同じように。なのでこうやって切ったものをここに左右反転になるので気をつけて、そこにね、でこうやって線を引いてやれば、非常に簡単に左右対称のものが作れるんですね。でこのシールをピタッとね、でこっち側にも貼ってやれば、ほらこうやってね、全く同じ柄が左右対称で作れると。こういったのをひたすら繰り返していくと、このマス目ツール大変便利です。このシールなんですけど、僕これを剥いだ後にクリアファイルとかに貼って何回も使い回したりとかするので、非常に長持ちしております。粘着力はね多少なくなってもね全然問題ないのかなという感じで大胆に使っております。はい、今回ね筋彫りカーバイトの 0.15 を使っていくんですけども、使い方はですね、力を入れずに手前に引っ張るイメージですね。でここの物差しの角に当ててスーッと、で全然力入れません。であらかた彫れたら少しずつちょっと角度を上げてみます。角度を上げればその1回で切れる量は増えます。あんまり上げすぎると今度は刃がガタガタガタってなって綺麗な線になりませんので、だいたい30度から45度ぐらいの間じゃないかなと。こんな感じでね、ちょっと時折こう少し剥いでみて深さはいいかなっていうふうに調べます。でよく筋彫りでその 0.15 って他のメーカーさんも出してたりして 0.15 結構好まれる傾向があるんですけども、例えばよくあるロボット系の筋彫りの深さってだいたい 0.2 なんですよね。でなんでじゃあちょっと細めの 0.15 が好まれるかっていうと、やっぱ人間の手で彫るので若干深く掘りすぎちゃうこともあるんですよね。でその墨入れで流し込んだ時にその深く掘りすぎた時っていうのはその彫った溝にも色が入るんですけど、その左右のその壁にも色が入っちゃうので実際より太く見えちゃうことがあるんですよね。なのでやや細めに彫っておけばその少しね深めに彫ってしまったとしてもそんなに違和感が出ないということで、0.15 が結構好まれるんじゃないかなと。これちょっと個人的な感想もあるんですけど、おおむねそうなのかなと思ったりも、ちょっと細めにして、ややこう全体のねバランスとか調整とかね、測りやすいので、0.15 が結構人気のサイズ感になるんじゃないかなと。よしよし、こんな感じで全然ねいいかなと思います。またですね、いきなり筋彫りをしていくのにちょっと力加減難しいよという方のためにですね、ニードルも、今回セットでつける予定でいるんですけども、この10度のねニードルで先にあらかた線をこう引いちゃうんですね。だから筋彫りの下書きですね。特に今やってるカーブのところなんかは、やっぱり先端が針になっている方が力もねそんなに入れずにスムーズに描けるかなと思いますので、一旦下書きしてあらかた溝掘っておいてそれになぞるように筋彫りしていく方が、安心だし楽だよという人はこういうねニードルもおすすめしております。よいしょ。あとですね、こういったエッチングパーツで筋彫りをする、そのガイドみたいなのもあるんですね。こういうところなんかも特に筋彫りカーバイトってその先端が平たいので
先端が細いニードルの方がこういったデザインなんかは彫りやすいので、こういったもののためにニードルがあるのも便利ですね。特にですね、こういった重度のニードルはですね、こう筋彫り用のエッチングパーツっていうのは、いろんなメーカーさんから出てるんですけども、これに、ね、大活躍しますね。やっぱり筋彫りカーバイトは、言ったらそのカンナみたいな平刀なので、平刀ではやっぱこういう細かい作業はできないですよね。でこの10度っていうね角度が絶妙なんですよ。本当に先が鋭くて扱いやすいです。いや疲れたこれはいい。こんな模型やってるやつ見たことない。回ってます。ああ、喋っていいよってこと？一応回ってます。まあって感じだけどね。今喋ることはないけども、どうしようかな。ちょい切ります。ああ、なんだ。ああ、なんだ。8年目マジでもうさ、途中掘りながら目つぶってたもんね終わったはい、というわけでこんな感じで筋彫りが終わりました。ですね、このままではちょっと分かりにくいんで墨入れ流し込みたいと思うんですけども、途中自分がどこ掘ってるか分かんなかったので墨入れしながら、俺はこんなとこ掘ってたんだなっていうのをもうですね、筋彫りとはまた違う戦いになってるんですよ。そうもうね、目を開けてらんないっていうねはい、というわけで墨入れを流し込みのね墨入れをして、はい、完成をね届けたいと思いますということで流し込み完成しましたね。いいかなと思うんですけども、ところどころちゃんと見ると寝ぼけてきて位置がよくわからなくなってきているっていうね、その場所だったりとかですね、あと後ろですね、掘り忘れがあったりとかです
ですねあれこれ横になんか線描いたつもりだったんだけどなっていうね、はい、まあそういうところもちょっとありますが、まあこういう感じなんだなっていうところでは着地はできてるんじゃないかなと思いますね。はい。まあでも随分やっぱ雰囲気は変わりますよね。そうですね。ね、いいと思いますよ。でこれが例えば塗装をするときに、まあ、例えばこのパネル一枚一枚色変えてみるとかね、そういう感じでやるとまたねぐっとこう作品の雰囲気がね変わってね、まあ、なかなか遊べるんじゃないかなと思います。はい。で、あれですっけ、今日何の話でしたっけ僕は何に向かって今頑張ってたんだっけそうだから今回ですねバンテックさんが地球道チャンネルというね、ロゴを入れたフォルダーを作ってくださったので、これを記念してですね、模型天国さんの EC サイトで、地球道チャンネルの、もう筋彫り始めるならこれセット、違うな、もう筋彫り最初にやるならこれセットっていうのが、まあ、以前からあったんですけども、今回ですねそのセットとは別に、新たにですね10度のニードルと 0.15、0.25 のカーバイト、まあ、少しちょっと細めの、はい、シャープな、セットをね考えてセットにしてみました。その名も、もう筋彫り最初にやるならこれセット、細いと書いてサイっていうねセットをやろうと思ってます。でもちろんねこちらの方にはですねケースと何本あっても困らないブラシセットと、あとは地球とチャンネルと模型天国さんのステッカーもついて、はい、このセットがですねなんと8030円なんですよ、全部合わせてね。なんですけども、今回メーカーさんに交渉しましてなんと7040円で、はい、提供ということで990円安いですね。はい、いやありがたいですよね。ですね。でこの地球道チャンネルのロゴが入っているものがこれ毎回つくわけではなく数量限定だそうです。なるほど。数百本しかご用意がないということですので、で以前ですねもう筋彫りやるならこれセット買われたよという方は、ご案内したようにそのついてる内容のカーバイトが全然違いますし、あと途中で僕筋彫りしてる時にこれも2本使ってますから、これね各1本に1個あってもいいんじゃないかなと本当に思うぐらい付け替えるよりも最初からついてるのが便利ですので、まあ、これはね2本あってもいいんじゃないかなと思っておりますので、ぜひね以前のも買われた方は、ぜひご検討いただければと思っております。はい、たくさんの方にね手に取ってもらえたらと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。でもトックあれだよね、このデザインをこうね考えるにあたって何かありましたか？まあでもやっぱり今までこう地球道チャンネルっていうのをこう縦に並ぶことが多かったんですけど、横に並ぶことは今までなかったので、そうですよね。そこの文字のバランスはちょっと改めて取り直しましたね。いや地球道チャンネルでもどんどんねグッズが出てくるのは本当ありがたいことですよね。そうですね。はい。皆さん気づいてないかもしれないんでちょっと言いますと、概要欄の下の方にグッズも売れておりますので、ぜひとも見てみてください。よろしくお願いいたします。ね、重ねてねいろんなことよろしくお願いいたします。はい。というわけでねこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。終わったー